正しく古いものは常に新しい。正しく古いっていうのは常に現代の人たちが昔のものを発見し続けているっていう態度の話なのかなと思ってます。本田邸は1939年鉱山や船舶用の安全灯を製造販売していた本田商店の支配人本田正作の自邸として神奈川県逗子に建築された。正作の死後約30年間空き家となっていたが、2019年小屋裏から依頼書が見つかり、設計者が久米設計の創設者久米権九郎であることが判明。本田邸には久米が木造建築の耐震化を目指して考案した久米式耐震木骨構造が採用されている。通常耐震性を高めるには柱や梁を太くするが、この工法では細い部材を鳥かごのように数多く組み合わせることで、耐震性と空間の自由度という相反する要素の両立を実現している。この工法は当時としては革新的なもので、個人邸宅で現存するのは本田邸が唯一の事例になっている。2021年久米設計は本田邸を所有者から継承し、保存と改修に取り組むことになった。本田邸にはすごくもう今では作られないような、ディテールですとか職人さんの技術みたいなものが詰まってるんですね。そういう失われつつある技術を残していく役割というのはすごく大きいなと思っています。改修にあたっては原型を尊重することを基本方針としながらも、長年の雨風で傷んだ部材の多くは交換されることになった。久米式耐震木骨構造はオリジナルを残しながら現行の耐震基準にまで高めるための補強法が考案され、屋根のスレートやレリーフなど数々の意匠は全国から集まった職人たちの手によって修復されることになった。古いものをただ単に残すということではなく、昔の人が持っている、技術ですとか建物を建てる時の思いを生かして新しいものを作っていくというか、鑑賞するだけではない使い続けられる新しい建物として作るということをコンセプトにしております。約2年にわたる改修工事を経て、本田邸は当時の思想を受け継ぎながらも今を生きる建物として2024年4月に竣工。地域に開かれた生きた文化財としての活用を目指し、新たなスタートを切ることになった。家づくりの喜びみたいなというものがすごい溢れてる建物だと思うんですよね。その魅力をすごい感じてほしいなと思います。私たち設計事務所っていうのは建物を設計するっていうのが基本的な仕事なんですけど、仕事なので建物を運営するっていうことにはこれまであまり関わってきてませんでした。ただこれから建物が建つ絶対数も少なくなるし、人口も減っていく中で今ある建物を生かすとか、今ある関係性を尊重しながら新たなデザインをしていくっていうことは設計事務所の職能としてこれからの仕事になりうるっていうことを考えてます。本田邸は完成後、地域のイベントや文化活動などの舞台として活用され始めている。実際に使っていただいている用途としても、地域の文化祭に使っていただいたりとか、ミニコンサートが開かれたりとか、結婚式に使いたいと言ってくださる方がいたり、実際に使っていく人たちと一緒に育てていくことで、この建物の価値だけではなくて、このエリア全体の価値を上げるような活動になるんじゃないかなと思ってます。本当にこの地域って子供も多いんですけど、高齢化もすごく進んでいて、
一人で住んでるお年寄りですとか、そういう方もすごい多いんです。そういう方たちが、そういう本立てがあるからちょっとなんか参加してみようとか、そういうことをみんな地域で共有し合って、すごくいいなんていうんですかね、効果がこの場を舞台にして繰り広げられたというか、すごく幸せな光景でした。多くの建築があらかじめ価値を定めて計画される中、本田邸では使いながらその価値を見出していく方針が取られている。何かこれをやろうっていうことをあえて決めてないんですね。あえて決めずに試してみて、で良かったこととか失敗したことを、フィードバックしたり共有したりして、でそれを次の段階に生かしてっていうふうに全次的にアップデートしながら進めていこうっていう話をしています。でそれは何かを決めるともうそこに向かって一直線でやるしかなくて、そうするともするとそこから取りこぼされてしまうものっていうのが結構あって、この地域にとって何がどういう影響がいいかっていうことを決められない、それは自分たちでは決められない気がしていて、価値を上げるって言った時に具体的な何かっていうよりは、直接地域と関わりを持って活動を少しずつしていくっていうこと、それが続けられるっていうことが多分最大の価値なんじゃないかなって思います。約90年という歳月を経て再生された本田邸。そこには過去と未来をつなぐ建築への思いが託されている。この建物もそうだし、この土地、この地域っていうのは今僕らが立っている場所の後ろにものすごい歴史的な時間があって、先祖からずっとつながっていく時間がある中でたまたま、今ここに僕らが立ってる、そういう過去からつながっている歴史の現在に今立っていて、それはずっと未来にもつながっていくっていう意識を持ってデザインするときに想像する風景っていうんですかね、景色、その時間的な景色をできるだけ遠くを見ながら設計するっていうのが大事なのかなと思ってます。